ヤッホーみんな垂らしてる。垂らすことしかしてない時丸です。ということで、今日は最近私が垂らしているものについて紹介していきたいと思います。で、なんやねんって話なんですけど、早速お見せします。こちらです。私が最近垂らしているもの、CBD オイルです。はい、ネイチャーカンさんからですね、CBD オイルをいただきまして、で、これを結構使っていて最近。で、これについて今日は話していきたいと思います。はい。で、中身ちょっと見てみますね。こんな感じのボトルに入っています。はい。で、このアイテムが CBD の 40%、オイルの 40% という製品です。はい。で、これについて今日は話していきたいと思います。で、ありがたいことにですね、いろいろ案件の話をたくさんいただいてて、で、過去にも何度かやってるんですけど、私そんなにね、やりません。で、本当にありがたいことに毎月かなり、たくさんのご依頼いただくんですけど、ほとんどやってないと思うんですよね。で、前からこのチャンネル見てくださってる方はわかると思うんですけど、やっぱりまずミニマリズムのチャンネルがメインであるってこと。なので、そんなに購買を促進させるようなものはあんまり紹介したくないなってのがあるのが一つ。で、だから、必然的に、エクストリームミニマリズムっていうか、もうエクストリームに自分が本当にいいなって思ったり、自分が本当に使っていきたいなって思うものだけを紹介しています。だから、時丸田中というフィルターを通して、これはいけるんじゃないかっていうか、そう思ったものだけを紹介しているので、今回もかなり、おすすめになってます、これは。で、CBD って何ぞやみたいなとこあるんで、そこからね、話していきたいと思います。で、自分が CBD 使い始めたのは2019年ぐらいですかね。初めての CBD 体験っていうのは。はい。なので、割とね、もうコロナ禍入るか入らないかぐらいの時だったんですけど、ちょうどその時はスプレータイプの CBD があって、で、それは僕はヨガの文脈から使い始めたんですよね。というのも、その製品がヨガの練習をするときに、ルームスプレー的にシュッシュッと振りまいて、で、そこで練習をして、いい香りで練習ができますよみたいな感じのものでした。で、実際それすごく良くて、だから体に直接は取り入れはしないんだけども、フレグランス的な使い方で、結構インドとかその辺のアジアのエスニックな感じのブレンドの中にちょっと CBD が入ってるみたいな感じで、で、それでなんとなくですね、それをスプレーして、そこでヨガとか瞑想とかをやり始めたっていうのが一番最初の体験です。で、ものすごく使い心地もそれ良くて、で、ヨガの練習のたびに使ってはいたんですけど、一つボトルがなくなって、もうそこでやめてしまいました。はい。そういうのを過去に使っていたりとか、あとはね、CBD ビアっていうね、ビールにね、CBD が入ってるようなものが、私がよく行ってる、カフェで出してたりしてて、で、それをね、たまに、リラックスするために飲んだりはしてましたね。で、なので、これオイルタイプなんですけど、オイルタイプは今回私初めて使ったんですよ。で、結果的に言うと、もう2週間ぐらい、使わせてもらってるんですけど、ものすごくいいですね。すごく調子いいです。で、CBD とは何ぞやってことで、全く知らない方のためにですね、一応説明しておくと、大麻から抽出される成分になります。で、大麻には実際100種類以上の成分が含まれてるんですけど、そのうちの一つっていう感じですね。で、やっぱり大麻って聞くと結構薬物で結構危険なイメージで依存性があるんでしょみたいな感じで思う方いると思うんですけど、CBD には一切そのようなものが含まれていません。精神的な作用とか中毒作用みたいなものがないっていうのが特徴です。で、去年の年末にちょうど法改正があって日本でも。で、それによってですね、結構CBD の利用っていうのがまた一段変わったような感覚があります。つまり大麻取締法が改正されて何が起きたかというと、まず大麻草由来の成分が医療目的で使用が許可されたってことが一つ大きな改革ですね。で、これまでは日本では大麻から抽出されたものを医療目的で使うってことも禁止されていました。はい。それが今回使えるようになったっていうのが昨年からですね。で、それに伴って規制も厳しくなっていて、これまでは所持しているものが違法だったんですけど、今後は使用罪みたいな感じで、使った時点でもう違法になるっていうことになってます。で、3つ目がですね、これが結構 CBD 製品に大きな影響を与えているんですけど、THC っていう成分の残留基準が厳しく決められました。THC っていうのはテトラヒドロカナビノールっていう、成分なんですけど、それが実際、酩酊感とか、結構ハイになるような
成分だったんですよね。で、それが、だから去年以降、以前の、CBD 製品には割と含まれていた。で、それもメーカーとかブランドによってまちまちだったんですけど、で、結構その効果を求めて使う人が割と多かったと思うんですよね。だからそっちの方がやっぱ効いてる感じがするので、いわゆるその薬物的なっていうか大麻的なものなので、で、それが完全にですね、規制されて、それを入れてはいけませんっていうか、もうかなり厳しい基準値の中で制限されるようになっています。で、今回、紹介しているこのネイチャー換算のものに関してどうなのって感じなんですけど、これは完全に厚生労働省の許可を得て、さらに基準値以下で作られていて、で、かつですね、第三者審査みたいなところで、この会社以外のところからちゃんと審査を得た上で、これは大丈夫だよねっていう品質を保った上で作られています。なのでかなり安全性とクオリティが高い製品になっています。で、かつですね、これのいいところは、その THC は除いてるんですけど、それ以外の割と大麻成分っていうか、そういうものはちゃんと残されたまま作られている。専門的にはブロードスペクトラム CBD っていうらしいんですけど、なので、いわゆるその THC は除きながら、その他の大麻成分みたいなものは、ちゃんと残った状態の素材を使っているので、だからそこの効果というか効き目みたいなものがちゃんと出てくるようなものになっています。だからそのね、よくあるのが、そのブランドによっては THC 入ってないって言いながら入ってたりとか、あとはもう THC 入ってないし、ただその CBD 的な成分も完全にね、除外して、何の効果があるかわかんないような、そういうものも結構出回ったりはしてるんですけど、そういう点でもかなりね、その品質が担保されているなと感じますね。で、かつ嬉しいのが、やっぱその人工添加物もゼロ。はい。で、添加物ゼロで、かつ天然材料、天然原料だけで作られているって感じです。ちょっと話はそれるんですけど、先週ぐらいのニュースで出てたのが、基本的にその CBD って大麻から抽出される成分なんだけど、南米ですね。南米のなんか変な雑草みたいな植物からも取れるってことが分かって、なんかそっちの新しいね、植物からも CBD が抽出できるっていう研究が今結構進んできているみたいです。はい。じゃあ何に具体的に効くのっていう話なんですけど、かなり医療目的で使われていたりもするし、嗜好品の一つではあるんですよね、実際はね。なので、基本的にその医療的に目的で使われる中では、その転換とか、あとは精神病とか、その社会的情緒不安症みたいなものとか、あとはその皮膚の炎症とか、そのね、肌に使われたりもするので、そういうものを抑えるみたいな効果もありますね。で、このネイチャー換算のものに関して謳ってるのは、まず、睡眠の質の改善とか、あとはストレスの緩和、で、リラックス効果ですね、単純な。で、あとは不安とかうつの軽減。で、さっき言ったような美肌効果ですね。アトピーとかですね、そういうニキビのトラブルとか、そういうものにも効くっていう話があります。で、あとは抗酸化作用によるアンチエイジング効果。はい。これもかなり強いですね。抗酸化作用がむちゃくちゃ強いので、例えばいわゆる癌化を防ぐような研究がされていたりとか、癌細胞の、発生を抑えたりとかってする研究も今されていますね。で、あとは筋肉痛とか関節痛、いわゆる体内の炎症の軽減、あとは頭痛ですね。片頭痛の軽減みたいな。だから痛みを緩和するみたいな効果もあります。で、後でちょっと自分流の使い方紹介していきたいと思うんですけど、なんか自分がやっぱ感じたのは、この2週間で、夜ですね、基本的に使ってきて、やっぱり睡眠の質の改善っていうのは結構あるなと思いましたね。はい。それがまず自分が感じた大きな効果の一つです。普段からかなり運動量高くて体を動かしてるんで、いつも寝れるんですけど、それでもですね、なんか気づいたらもう朝になってるみたいな、例えば明け方にちょっと起きちゃうみたいなものがなくなったりしましたね。だからこれは結構自分でもびっくりしましたね。で、夜寝る前に撮ってるんですけど、なんかやっぱヨガとの相性も良くて結構、自分が練習するときはやんないんですけど、夜結構簡単なストレッチと瞑想みたいなものをやってるんですけど、そのストレッチが終わった後に、CBD を取って、で、それから瞑想に入るみたいな感じにしてます、最近。そうすると結構なんかリラックス感というか、いつもよりふわーっと寝に入るような感覚が早まる気がしていて。で、そこからスッと睡眠に入るので、その睡眠の質っていうか、クオリティがかなり上がった気がしますね。で、あとは筋肉痛みたいなものの軽減っていうのも、なんか少しは効いてる感じがします。で、僕今3日に1回走ってるのと、で、それ以外はずっとヨガの練習朝1時間半ぐらいやってるんですけど、やっぱり、その練習が結構ハードに続いてくると、結構ね、手首の疲労とか、足の筋肉痛みたいなものが出てくるんですけど、それがですね、
結構簡単に取れるようになりましたね。1日寝ただけで、取れるっていう、なんか朝スッキリするなみたいな感じはあります。その症状に合わせて取る分量を変えていくっていうのが、ちょっと厳密に言えばっていうか細かなテクニックではあるんですけど、だからそういう意味で、これ私、40%、いろんなパーセントがあるんですけど、一番ですね、このネイチャー換算から出てるもので一番高い度数、40% のものを使っています。で、この 40% でだいたい1滴あたり 20mg になる計算なんですよね、約。で、その 20mg っていうのがどういう量かというと、まず軽いリラックス感を得るためには、だいたい1日に 10mg から 30mg ぐらいっていうふうに言われてます。で、不安やストレス軽減の目的として使う場合は 30mg から 60mg っていうふうに言われてます。さらにですね、ちょっと症状が重い方っていうか、睡眠の改善とか、あとは慢性痛、痛みみたいなものの軽減の管理として使うには、50mg から 100mg っていうふうに言われてます。なので、これ1滴で、20mg、入っているとすれば、もう本当に2、3滴で効果が出るっていうことなんですよ。で、これ1日の摂取量がだいたい1から5滴ぐらい、2から5滴ぐらいを目安にお召し上がりくださいっていうふうに書かれているんですけど、そうですね、もう実際に書いてますね。1滴あたり 16.67 ミリですね。だから約20ミリってさっき言っちゃいましたけど、正確には 16.67 ミリグラムの CBD が含まれているので、先ほどのその症状に合わせた処方みたいなものを自分でやっていくといいかなと思います。もちろん最初は1滴から試してもらった方がいいと思うんですけど、だから 2滴から5滴。もう自分の場合はもう2滴ですね、最近。2滴で全然十分、効果があるかなと感じてますね。なのでやっぱ最近もうストレス社会って言われて、ずっと言われてますけど、さらにデジタルデバイス使ってもう常にデスクワークしてますみたいな人多いと思うんで、そういう社会には、ものすごく役に立つのかなっていうふうに、個人的には考えてます。本当はそういうのは、なんていうか、そのサプリメントとか、そういう他の薬とかにね、CBD に頼らずに、その大元のね、ものをね、手放していった方が本当はいいんですけど、そういうわけにもいかないっていうね、ところやっぱあるんで、正直。やっぱどうしても仕事がきつすぎて、それを完全にやめるわけにもいかないじゃないですか。で、そういう時にやっぱり CBD が、結構そのようなストレスの軽減に、役立つのかなとは思いますね。で、その実際の摂取の方法なんですけど、まずね、ネスカフェに入れますみたいな感じもね、実際ね、試してます、僕も。コーヒーに入れるっていう。でネスカフェ、いつも作ってるネスカフェに一滴垂らす。垂らすことしかしてない時もあるですって感じなんですけど、ただ、そんなにね、コーヒーには合わなかった、正直。なぜなら、割とこのもの自体が、香りっていうか、その葉っぱみたいな香りやっぱするんで、それとね、ちょっとコーヒーの感じがバッティングしちゃうっていうのがまず一つ。で、それから、コーヒーっていうのは、基本的に水溶性の成分なので、どうしてもコーヒーに垂らすと浮いちゃうんですよね。この油なんて、これは。オイルなんて。だから、上に浮いた状態で、混ざる感じがなくてあんまり良くない。だから本当はコーヒーにミルクとか入れる方は多分もう少し混ざりやすいとは思うんですけど、ネスカフェをブラックで飲むような人にはあんま向いてないと。で、さらにネスカフェっていうのは、商品名になっちゃってますけど、基本的にカフェインですよね、入ってるものはね。で、カフェインなので、結構覚醒作用がある。で、CBD はどちらかというと、リラックスさせる作用がある。だから二つやっちゃうと結局プラマイゼロじゃないかみたいな、感じにもなるんで、あんまり良くないかなって思ってるんですけど、ただね、ちょっとそれも不思議な感じがあって、カフェインの作用も効きながら、でも同時にリラックスするみたいな。覚醒しながらもリラックスしてるみたいな。そんな不思議な状態になるかなっていうのはありますね。で、自分的におすすめの取り方は普通にそのまま口の中に入れて摂取するっていうのが一番効果感じやすいかなと思いますね。で、他にもやっぱカプセルとか、あとベイプですね。吸うタイプみたいなやつもあるんですけど、一長一短があって、つまり吸うタイプっていうのは結構一時的、即効性はあります。もうこの中に入ってきて、そこでクラーっという風な、感じが来るんで、即効性はあるんだけど持続性がないっていうのが特徴。で、今度カプセルとか飲むタイプとか食べるタイプみたいなものは、逆に効きは遅いっていう感じ。ただ効果は長く続くって感じ。だから長く一日中効かせたいとか、そういう人にとっては多分カプセルとかの方がいいと思いますね。ただ吸収率が低いので、なかなか効果が出るまでに時間がかかるっていうのが難しいところです。で、オイルはやっぱり口の中に入れてですね、少し下の中でホールドさせておくんですね。
1分とか2分とか。で、ホールドさせて飲み込むって感じにするので、その間に結構吸収されるので、で、割と、効きます。15分ぐらいでだいたい効いてくるし、で、それから4時間とか5時間ぐらいは、こう中に入ってるのが持つような状態になるんで、だからちょうどその寝る前っていうのがまだね、このタイミング的にはちょうど良くて。で、かつ、僕はその瞑想の前とかに入れるようにすると、瞑想してる間にぐーっと効いてくるみたいなことがあるんで、なんかそういう取り方が最近はしっくりきてるなというふうな感じですね。で、実際、このネイチャー母さんが出してるバリエーションとしては、5%、10%、15%、20、30みたいな感じで、小刻みにあります。で、40が一番濃度が高いって感じです。ただ、このやっぱり40% って僕も結構一番最初使うには、なんか濃いんじゃないかなっていうか、ちょっと大丈夫かなみたいなのあったんですけど、なんか実際ね、使ってみるとちょうどいいっていうか、そういう感じしますね。だから多分これ最初に使っちゃうと、もう多分それ以下のパーセントのものを使えなくなる感じがしますね。というか多分取る回数が多くなるんで、適数が。だからなんか多分コスパ的にも多分これが一番いいのかなっていう感じはするし、で、なんか結構ガツンとくるみたいな感じの話も聞いてはいたんですけど、なんかそんなでもなかったですね、自分の場合は。そのキャリアオイルっていうか、ベースに入ってるのがその有機 MCT オイルなんで、ね、よくその MCT オイルだけを取る人とかいるじゃないですか。それはよくコーヒーに入れたりとかもするものなんですけど、それがキャリアオイルになってるので、そこにその CBD 成分を加えてるって感じ。なので、本当にもう不要なものが一切入ってないんですよね。だからそれもあって、結構ね、40% も全然問題ないなと。思いました。で、あとね、さっきちらっと多分出てたと思うんですけど、フレーバーもいろいろあって、で、このね、可愛いんですよ、このパッケージもほら。なんか、ストロベリーと柚子。この2種類も今回試させてもらったんですけど、いいっすね。だからなんか結構気分転換というか、日によって、この味にしようかなみたいな感じにすることもできるし。で、なんかこう直接的なね、なんかこう草っぽい感じ、ちょっと苦味がある感じのものがちょっと苦手だなっていう方には結構こういうフレーバー。ただなんかそういうこう甘さみたいなものはなくて、こう香りと雰囲気だけですね。だからこれもやっぱ実際ね、入ってる成分が、基本的に有機 MCT オイルがキャリアになっていて、そこに CBD が入っていて、あとは香料だけなんで、ストロベリー、柚子、味って言いながらも、基本的にはその香り成分だけが入ってるって感じなんで、実際その不要なものは入れずに、中の成分は邪魔せずに、気分転換ができるような香りがついてるっていう風な感じですね。どっちも気に入ってますね。なんかでも毎日取る、スタンダードに取るんだったら、こっちのベーシックなやつがいいかなっていう気はしてるんですけど、なんか気分に左右されずにね、ずっとなんかこの味だみたいな安心感はありますね。はい。そんな感じで、CBD の概要、ざっくり話してきました。で、なんか結構そのヨガとかマインドフルネスとの親和性も高いし、で、特にそのスポーツ、結構そのスポーツ選手とかで割と使ってる人多いんですよね。それやっぱその慢性的な疲労とか筋肉痛とか関節痛みたいなものを緩和する目的、あとはリラックス目的があるっていうことが強いっていうことですね。だから結構僕がやってるような、ハイキングとかランニング、そしてヨガっていうのもものすごくその親和性が高くて、なんか今回お話いただいてね、ものすごく、自分にフィットするものだなと思いました。で、多分これをチャンネル見てくださってる方にも、割とそういう風な、活動とか趣味されてる方多いと思うんで、ぜひですね、この機会に試してみていただければと思います。で、なんと、ここで、大セール情報があって、もうだんだんなんか時丸田中ショッピングチャンネルみたいになってますけども、今日ですね、今日の2月15日から5日間、19日まで、対象商品最大 75% オフのセールが始まります。で、このタイミングで私は紹介をさせてもらってるんですけど、なので今回紹介した、この CBD オイル 40% もだいぶお安くなるので、ぜひお求めください。さらにですね、今回時丸田中チャンネル専用のコードを用意してもらって、ディスカウントコード、時丸を使うことで、さらに割引からさらに 10% オフで購入できますんで、ぜひですね、試してみてください。で、概要欄にリンク貼っときますので、そこから入って、購入するときにディスカウントコード時丸。田中まで入れちゃダメですよ。田中まで入れちゃダメ。時丸だけ、今回は。時丸だけで。ぜひですね、やってみてください。
で、やっぱりその品質が高いんで、イギリスのブランドで、よくマイプロテインとかって使ったことあると思うんですけど、プロテインを作ってる会社の方が立ち上げたブランドです。なのでかなり品質がやっぱり保証されているっていうのと、今後世界的に展開していく中で、なかなか盛り上がっていくブランドかなと思ってます。で、やっぱさっき今まで話してきたように、結構品質が高いんですよね。結構ガチガチに作ってるとか、ちゃんと作ってるので、その分やっぱりお値段高くなってるんですよ。やっぱ CBD オイルってなかなか、品質がいいものって結構いいお値段するんですよね。だから、それをですね、今回の、セールを使いながら、かつディスカウントコードときまるで、10% オフで買えるので、で、容量がですね、容量がこれ2種類選べるんですよね。10ミリと30ミリっていう。で、これで、今僕がいただいてるので、これで30ミリなんですよね。30ミリのラインなんですけど、この30ミリともう一つ10ミリっていうものがあるので、なんか最初からこの30ミリじゃなくて、少量でもね、10ミリから試してみるのもいいかなと思います。で、これがフレーバーなしタイプで、さっきのストロベリー、ユズあって、他、パイナップル、ラベンダー、マンゴー、ユーカリっていうね。だからね、僕もね、結構ね、他のもいろいろ試してみたいなって今回ので思いましたね。で、ウェブサイトを見ていただくと結構レビュー読んでいただくと、どういう風な効果があるかなっていうのを結構書いてくれてるんで、で、皆さん結構評価高いです、やっぱり。なので、このね、ウェブサイト見ながら、いろんな評価も参考にしながら、ぜひね、この機会にちょっと試しでも、やってみるといいんじゃないかなと思います。これも嗜好品っていうかサプリみたいなもんなので、体調に合う合わないあると思いますので、少量からですね、試してみながら。アレルギーはないって言われてますけどね。アレルギーはなかなか起きにくいって言われてますけど、万一のことはあっちゃいけないんで、少しずつ試しながら、で、自分に合う用法みたいなものを、試してみてください。で、実際に試してみて、こういう使い方がいいよとか、なんか、こういう効果がありましたみたいなことがあったら、コメントでもぜひ教えてください。じゃあ今日はそのくらいで。はい。ネイチャー館の CBD オイルについて紹介してきました。皆さんもぜひ垂らしてみてください。それではまた次回の放送で。バイバイ。